こんばんは。ちょっと待って。またやっちゃってる。すいません。こんばんは。タカさん、こんばんは。早いですね。南原さん、こんばんは。いつもありがとうございます。よいしょ。マイクが遠い。これで大丈夫かな？聞こえてますかね？大丈夫ですか？今日もめちゃくちゃ暑いですね。全然雨なんか降らないですね。雨の字もない感じで、もう天気もすごいいいんで、ちょっと外出ると、外出てほんと今日もね、そんなに歩いてないんですよ、私。全くと言っていいほど歩いてないんだけど、またこう肩に線がつきましたね。日焼けの線がバッチリと。で、歩いた分数にして考えると10分以内でもうくっきり線がついちゃった感じで、ちょっとこれ困りますね。本当に暑くてね。夕方はね、気づいたらもう空がすごい真っ赤っかに、夕焼けがすごかったですね。綺麗でしたね。雲も多かったんですけど、もう綺麗な夕焼けがわーっと見れましたね。真っ赤でした、本当に。ちょっと待ってね、真っ赤な夕焼けを、真っ赤な夕焼けどこやったっけ？ここか、これかな。これですね。ちょっと途中になっちゃった。真っ赤な夕焼けが本当に綺麗に出ましたね。これ全然フィルターとか何もかけてないんで、それでこの夕焼けすごい綺麗でしたね。ちょっとしか残ってないんだけど、ちょっとしか撮れてないんですけど、夕焼け、ずっと回しとけばよかったなと思ったんですけどね。ほんとあれリピートになってないの？これなってないの？ちょっと待ってね。違う、これじゃない。これすごい綺麗だったんですよ。ちょっと待って、この辺に来てって感じ。よし、こんな感じで部屋の中がね、もうピンクになる感じですよね。真っピンクに。こんばんは、なるさん。すごい焼けてる。そうなんですよ。綺麗でしたね、今日は。久しぶりにこんなに真っ赤になった感じ。なんかパソコンのファンの音がすごいな、これ。どうしちゃったかな。すごいうるさいよね、これね。気になる。私が気になるぐらいだから、聞いてる人たちはもっと気になるって感じじゃない？うるさいかも。やっぱり本当うるさいよね、これ。私が結構気になる音が出てる気がするんですよ、これ。ねえ、大丈夫かな、これ。
最近パソコン調子悪いからね、これねトレードで物々交換でいただいたわけじゃないけど、物々交換したパソコンなんですよ。だからね、ちょっとねどこが悪いかもよく分かってないんで、新品で買ったとかそういうものでもないんで、それをずっとちょっと使ってるんでね。どうなってるのかちょっと分かんないんだけど、大丈夫？声を上げれば、声ね目いっぱいなんですよ。これパソコンの声っていうか、パソコンのマイク目いっぱい結構上げてる状態なんで、これ以上上げたら、昨日もちょっと聞いてみたけど結構うるさくなかった？私の携帯がうるさいだけなのかな。なんか結構うるさいなって感じがしたんだけど、自分の声とかねあんまり聞いてるのも忍びないんで、あんまり確認もできてないんですけど、なんかちょっと焦げ臭い、気のせいかな。なんか焦げ臭い匂いがするような気がするんだけどね。だから夕焼けは最近にはなかったような夕焼けが出たので、ちょっと綺麗だったなと思いましたね。最近はあれですね、13日でしたっけ、12日、今日14だよね。13の朝ぐらい、イスラエルがだから13の朝ぐらいだっけ、ドカンとやってイラクに先制攻撃して、で昨日の朝今日の朝だっけ、昨日の夜な今日の朝方になるんでね。今日の朝方ね、イランが報復攻撃始まっちゃいましたね。もっと我慢するかなと思ったんですけどね。科学者とかもいろいろたくさんの方が亡くなったみたいで、イランも怒っちゃったのかもしれないですけど、トランプさんは、話す余地はあるみたいなね、戦争に持っていかないように一応は話してるみたいですけど、イランがそれに応えるかどうかはわからないっていう状態にいますよね。ちょっと緊張感ピリピリ、原油がやばいことになってますよね。原油が昨日1日で4円ぐらい上がった、確か4円、4ドル、どっちだっけ。普段原油そんなに見てないんですけど、やっぱり最近はね、電気料金がめちゃくちゃ上がってきたりしてて、なんか下がるようなこと言ってたのに全然下がらないし、で昨日だか一昨日の新聞にはちょっと上がりますみたいなこと書いてあったから、ガソリン代がちょっと上がりますみたいなこと書いてあったんで、また上がるなと思ってちょっとビクビクしてたのに、これですね、やっぱりドカンと中東がね、やっぱりざわつくと、こういう
島の中ではすぐ影響が出ると思うんで、原油が上がったのはかなりちょっとやばいなと思ってますね。臨界点に達するとか言ってイスラエルが核がねやばいっていうこと、核爆弾になる可能性があるっていうことで結局ドカンとやっちゃったんだろうと思うんですけどアメリカもとにかく日本もどこの国もあの辺が結局騒がしくなっちゃうとガソリンとかねエネルギーの問題が一番大きな問題だから、イランがねこの後本気でイスラエルに報復しようともっと進んじゃったらアメリカが全力介入していくだろうし、介入はせざるを得ないけど止めるにしても何にしてもねこうちょっと待てよということをやる人がいなきゃどんどんエスカレートもしてっちゃうと思うし、今回は結構レッドライン手前のギリギリらしいっていうね報道が流れてるからね、今止めなきゃ本当やばいなと思うんですよね。イランはね本当にいろんなものを持ってるからね。中東の戦争の裏にはやっぱり石油と天然ガス、あそこが根本にあるから、イラン主導でねコントロールできる可能性が出てきちゃうからね、核を持っちゃったとしたらそれがみんなやばいと思ってるわけで、それで結局は止めなきゃいけないっていう状態になるから、アメリカがね絶対介入しなきゃいけないんだと思うんだけど、本当に日本なんか中東からのエネルギー9割とか、前にコロナ禍かなんかの時に騒ぎになってて9割とか言ってたよね。確か9割ぐらい輸入に頼ってるから、ガソリン代、電気代、物価全てに影響出てくるでしょ。サイパンもねもうすぐに出てくると思うから、この影響が輸入にね結局ガソリン代とか船とかの輸入で輸送にまずコストがすぐ上がっちゃうでしょ、こういうのって。だからすぐに物価に影響出てくるんだと思うんだよね。本当に怖いこれ早く終わってほしいですね。できることならトランプさん早く止めてって感じなんですけど、何が怖いかっていうと、やっぱイランが前にもう何回も、ね、世界を脅してるけど、ホルムズ海峡だっけ、あそこのなんだっけ、オーマンだっけ、なんか隣の国なんだっけ忘れちゃったな、すぐ忘れちゃうからごめんなさいね。隣の国との境にあって、あっちのオーマンっていう国は何もできないんでね、結局平和主義の国で、イランとなんかもちろん戦えない。だからそこホルムズ海峡は結局イランの人がドンとやったら、アメリカ軍とかイギリスの人たちもそこにいるんだけど、いてもねどうなっちゃうのっていう感じ。今まで過去にも何度もね脅してるから封鎖するぞって言って、それを本当にやったらね世界でえらいことになっちゃうけど、今の状態でも1バレル
いくらだっけな、昨日の OK Google、 昨日の原油価格の終値はいくら？昨日の原油価格、2025年6月13日の終値は WTI 原油が73アメリカドル18セント、ブレント原油が75アメリカドル18セントでした。73ドル、4ドルぐらい上がってるのかな。前日比との差は？前日比の差という表現が具体的に何を指しているのか不明確ですが、なんで文脈から判断して原油価格の終値の前日比について知りたいと推測しました。しかしながら私は AI に6月12日の終値は2025年6月12日の原油価格5、6円上がってんだ。 WTI 原油5、6ドル、 68.95 68ドルから74ドルに上がってるってことはめちゃくちゃ上がってるね。これは本当に早くやめてくんないと、原油がこれ上がり続けるんじゃないの？そんなことない？そんなことあるよね。中東危機だもんね。これは怖いですね。早く止めてくれないと困りますね、これね。アメリカ自体は本土はね、ホルムズ海峡が止まったとしてもまだ自分で作る力があるからなんとかなるかもしれない。でも世界危機には陥るよね、これね、絶対に。イランが進めちゃったら。でもこんなに報復が早いとも思わなかったけど、今日の朝だっけ、やるとは思ってなかったんだけど、ほんとね、これ世界秩序の鍵で、あの辺中東揺れるとほんとサイパンは物価高になるし、サイパンだけじゃないよね、グアムやハワイなんてこれ以上上がったらどうすんのっていう状態になっちゃうでしょ。今確か1ガロンいくらだろう。1ガロン5ドルぐらいだと思うんですよ。5ドルぐらい、それでも高いと思う。昔って3ドル25とか3ドル30とかそのぐらいだったと思われるんだけど、今確か5ドルぐらいだと思うんだよね。20ドル入れても半分いかないぐらい、ガソリンタンクがちっちゃい車で、なかなかね、ほんと中東のあれはやめてくれって感じなんですけどね。そんなね、世界戦争になんてなったら、中国とねロシアがこう参戦しなければ、イラクに偏らなければ、大ごとにはなっていかないとは思うんですけど、怖いよね、本当に。海峡ってもうそれだけ、あっちの方の海峡はね、いろんな本当にいろんなエネルギーを持ってるところだから、本当に怖いわ。日本なんかね、エネルギー自給できてないからほぼできてないでしょ。何パって言ってたっけ、前に。なんかロシアとウクライナの戦争の時にパイプラインを止めるだの止めないだので制裁が始まっちゃった時、ロシアのあの時だって日本はほぼ輸入だから、
っていうようなこと言って大変なことになってたもんね。あ、やっぱオーマンだ。オーマンっていう国ね。オーマンっていう国は結構平和主義って、昔イラクが騒いだ時にテレビで見たな、ニュースで見た覚えがあるんだけど本当に勘弁してほしいなんて。原油高騰でガソリン代アップ、電気コストアップ、配送コストアップ、もうそうなったらだってスーパーももちろん輸入品、建材全部上がっていくでしょう。やばいって本当に。原油価格だってもう80ドル目前でしょ。危険水域だよね。74ドルいくらって最近あった金額なのかな。ちょっと見てないからよくわかんないけど、こういう時はね、数ヶ月は遅れてくるっていう感じなんだけど、今のうちにいろいろ買っとかないと本当にこれはやばいぞっていう感じがするね。ガスとか料理に使うガスとかそういうのがね、すごい値段になっていくんですよ。前の時もね、いきなりドンって上がったことがあったんで、あれはちょっとしびれるね、本当に。なんかね、今日ね、歯を治療したんですよ、今週ね、治療したら、左の頬のところから、なんて言うんだろう、これ、腫れてる感じがして、痛い、押すと痛いんですよね。押すと痛くて、で今金曜日に昨日薬出してもらったんですけど、取りに行ったらもう時間が間に合わなくて取れなくて、もう今痛み止めだけ、ロキソニンだけねちょっと飲んだりはしてるんですけど、ちょっとなんか調子悪いなっていう、本当に調子悪いなって感じが今してますね。痛い。見た目はね腫れてるって感じではないんだけど、頬の下、歯茎の上を押すと痛みがあるから、多分腫れてんだろうな、これな。口の中が痛いとかじゃないんですよね。歯茎が痛いのかな、これ。歯茎の上が痛い。あとね、薬なんだっけ、抗生物質をだから出してもらったんだけど、取りに行けなくて、それがちょっとやばいなと思ってはいるんですけど、本当になんか調子が悪いっていう言葉がぴったりな状態で、産んでるのでは大丈夫じゃないかもしれない。本当に産んでるかもしれない。中の奥で産んじゃってるんじゃ困っちゃうよね、これね。なんかね、本当にほっぺたのとこが痛いのね。ほっぺたの骨が痛いっていう感じ。ちょっと困っちゃう、これ。なんかね、治療するのには1000ドルぐらいかかるらしくて、そんなとか思って、
そんな無理無理って感じでちゃんと治療するにはね、神経を抜くとかじゃなきゃ歯を抜くって言ってましたね。そんなこと歯抜くなんて言ったらちょっと持病があるんで、その持病のスイッチが入っちゃったりしたら本当に怖いから、スイッチが入んないようにしないとならないんで。でもね、虫歯もあるのは困るから、その虫歯を全部削ってもらったんですけど、神経が当たってるのかな、なんか神経に歯を塞いでもらったんですけど、それがね、神経を抜いてから塞がないと良くないっていうことなのかな。なんかよくわかんないよね、歯医者じゃないから。で、前はね、歯医者さんがね近くにいてくれたりしたから、どんだけありがたかったのかなって本当に思いますよね。そんでちょっと調子悪かったらちょっと配信やめますね。申し訳ないけど、本当になんかもしダメならちょっとね、本当にほっぺのとこがおかしいんですよ。なんかね、ほっぺのとこがおかしいだけだと思うんだけど、なんかちょっと頭痛もしてくるみたいな。なるさん、ダメ配信は続けて今はねちょっと頑張ってますけどね、今日ね特にね新聞も今日お休みだからね特に話すことないんですけど、まあ引っ張ってくるといっぱいありすぎて動画も作ってたんですけど、動画作ってたんだけどね、途中でねちょっとこのね骨のせいでほっぺの骨が痛くてね、それのせいでちょっとね途中でやめたくなっちゃうんですよ、動画を作るのを。結局完成してないんですよ、動画はね。そのまんまになっちゃってるんで、いや本当にちょっとおかしいわこれ。よろしくない感じなんですよね。とにかく今一番気になるのはこのイランとアメリカがどう出るのかなって。アメリカトランプさんはこのままこういうふうに口頭で介入していくせざるを得ないんだと思うんですけど、これ以上は進めないと。迎撃だけやってるんじゃないかなとは思いますけどね。本当にやめてくれないとこの先ちょっとね物価高、もう本当サイパンも物価高だけになるけど日本だってそうなるよね。この情勢が続いたりしたらやっぱ調子悪いなこれ。本当になんかダメかもしれない。さっき一応薬は飲んだんですけど、ちょっとね喋ると良くない良くないのかなこれ。笑うとここが引きつるし、なんだろうこれ、ダメだな。なんか調
ちょっとあれかな、なんか焦げ臭い匂いがするような気がするんだけどね。本当に調子が悪かったら寝てください。ありがとうございます。なんかね、本当におかしいですね。おかしい。こう、ほら、今まで、今配信する前までは、全然喋ってなかったから、もちろん喋ることもないんだけどね、一人でベラベラなんて喋ることももちろんないんだけど、喋らないでこう動画とか作ったりしてたんだけど、そういう時はねそんなに気になんなかったんだけど、今喋り始めたら口が多分動くからだと思うんだけど、それでなんか調子が悪いのだと思われます。ちょっと配信やめようかな今日は。ダメだな。なんかあと変な匂いがするんだけど、パソコン？パソコンじゃないよね。なんか変な匂いが。なんかモーターがなんか焼けるような匂いに近いような、焦げてるような匂いに近いような匂いがするんだけど、絶対気のせいじゃないのこれ。どっから匂ってんだろう。パソコンじゃないよね。いや、なんかだけどおかしいわ。本気でおかしいので、なんでこんなに調子悪いんだろうって感じ。ダメだな。なんか集中力が上がってこれないですね今日は。ほっぺ痛い。ほっぺと歯が痛いわけじゃないんだけど、もう歯の上の歯茎の上が痛い状態なので、ダメだな今日。ダメだね。ね、なるさんねって、そのねなの。ちょっとなんか調子が、集中力が上がってこれないですね。上がってこれないっていうか、喋るのに心地が良くない状態っていうの、これなんて言えばいいの。心地が全く良くない状態になっちゃうから、なんかダメかな。寝れって、ありがとうございます。寝ようかな、本当に寝ようかな。寝はしないんだけど、寝ることはできないけど、なんか集中力が上がっていかないですね。皆さんこんばんは。歯医者に行ったことのないので歯のことが分かりませんが、お口の中が数なんですね。そう、お口の中っていうか、目の下っていうのかな、これ皆さん。口の中に問題はあって、治療をだからしてきて、歯茎自体が痛いんじゃなくて、左の頬の骨が痛い感じ。押すと痛い。押さなければ痛くないけど、喋ってるとここが
なんか蓄膿症でこうなるの？何？目の下の骨？昨日金曜日歯医者さん行って見てもらったんですけど、こんばんはこんばんはが後でから来る。こんばんは、ありがとうございます。いつもありがとうございます。これって蓄膿症なの？顔の骨ここが痛い？鼻が5年前ぐらいから5年じゃないな6年ぐらい5、6年前になんていうんだっけ、シロアリ退治をやったんですよ、自分で。それをやった時に鼻がおかしくなっちゃって、その時から病院行ったんですけど、病院で何でもないって言われて、カメラ2回ぐらい入れたんですけど、もう本当にその医者がやる気なくて、わからん、わしは医者じゃないんでです。そうだよね。なんだろうこれ。歯が痛いわけじゃなくて、歯を治療してから今週歯を治療してから、なんかこうとりあえず注射しよう。何の注射かな。ずっともごもごしていて、今日は普段一人でいるから別に喋んないじゃない。喋んなかったから今日も別に気になんなかったんだけど、こう喋り始めたらここがもりもりさん、こんばんは。いきなり笑ってる。いきなり笑ってますね。こんばんはです。いつもありがとうございます。とりあえず何の注射すると治るのこれ。本当におかしいです。なんだこれ。私は一人でも喋ってる。そんなほら、こう笑うとね、この辺が左のほっぺたがおかしいですね。うねさん一人で喋ってんの？それはないでしょう。だって動画とか作ってたり、あとだいたい YouTube 見ながら、テレビを見ながら動画作ってるから、それで喋ったりしないじゃない、一人でさ。これが違うなとかさ、そんな風に話したりしないから、そこねって、そこです。そこなんですよ。もうね、なんだこれ。頬骨の下と頬骨の上が痛い状態なことに気づきました。なんだこれ。今日の夕焼け綺麗でしょ。お姉さん見てました？まるまるもりさん見てましたかね。ナバルさん、寝れって言ってくれてたんです。知らなかった。ごめんなさい、見てなかった。そこはね、
ってうねさんは分かってない分かってないけど適当だなどっから焦げ臭いのこれ。あ、やっぱパソコンなんじゃないのこれ、焦げ臭いの。嘘でしょ。あ、ずっと見ててくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございますです。これパソコンが臭いのかもしれない、この焦げ臭さ。パソコンなのこれ。焦げ臭い匂いがするんです。なんかプラスチックの焼けたような匂いっていうのかな。なんかそんな匂いがするんだけど、パソコンなんか昨日一昨日とかもこの匂い、パソコンが脇がって、そうじゃないと思う。昨日ほらなんだろう、昨日は気になんなかったんだけど、一昨日ぐらいもこんな匂いがしたんですよ。すっごい匂いに敏感だから、ちょっとの匂いでこうクンクンしちゃうんですけど、外からなのかな自分の脇は大丈夫みたいです。自分の脇は大丈夫みたいですね、多分。それはないと思われるんだけどなるさん、パソコンの脇を嗅いで、今ねパソコンのキーボード嗅いでみたんだけど、そんな直接なんか匂いする感じじゃなくて、私はなんか外の匂いが、外でそういう匂いがあって、こうたまにこう風とかで人が来たよ、大丈夫みたいです。外の匂いでこう来てんのかなと思ってたんですけど、今なんかパソコンも怪しいなって。怪しい。いや、何この匂いも嫌だし、骨も嫌だ。骨何これ、骨じゃないね、骨か。歯のとこを触っても全然痛くないのに、ほっぺたを触ると痛いんですよね。ほんとこれなんだよこれ、おかしいな。薬が取れなかった、時間が間に合わなくて薬が取れなかったのがちょっと失敗でしたね、本当に。薬もらってればね、こんなことにならなかったと思うんですけど、右側の脇も大丈夫ですよ。何の匂いだろうこれ。電気製品で今ついてるものはパソコンと扇風機とエアコン。蓄能症に分け、そんなかわいそうなこと言わないでよねさそんなかわいそうなこと言わないでよ。そんなことになったら大変だよ。それは辛すぎるでしょう。それかわいそうなこと言わないで、そんなに。いやなんだろうこれ、本当に蓄膿症とかってこういうのあんのかな、本当に。本当に蓄膿症って変な匂いがするの？焦げた匂い。蓄膿症なの私。いやほんとね、何回も
病院で見てもらったんですよ。私本当に鼻と目のとこが、それはこの痛みと全然違ってね、鼻と目のとこが、あと耳がちょっとおかしかったから、5、6年前からね、で見てもらって、カメラも入れたんですけども、やる気ないんですよ、ここの医者。もう全然ね、やる気なくて、本当どうやって臭いの？自分で臭いの？ OK、 Google。 蓄膿症って臭いの？はい、蓄膿症、副鼻腔炎は臭いを伴うことが多い病気です。そうだって。副鼻腔に膿がたまることが主な原因で、この膿が悪臭を放ちます。具体的には以下のような臭いとして感じられることがあります。魚が腐ったような臭い、生ゴミが腐ったような臭い、瓶の臭い、腐敗臭、排水口の臭い、金属臭、アンモニア臭、湿ったカビの臭い、ネギや玉ねぎが腐ったような臭い。これらの臭いは鼻の中から感じられたり、口臭として発生することもあります。特に鼻づまりによって口呼吸が増えると、口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭が悪化する可能性があります。臭いの感じ方は個人差がありますが、一般的には不快な臭いとして認識されます。重症化したり口臭として現れる場合は他人にも分かることがあります。もしこのような症状に心当たりがある場合、それは自分で感じる臭さなの？はい、蓄膿症、副鼻腔炎による臭いは自分で強く感じることが多いです。自分で感じるんだって。副鼻腔に溜まった膿が悪臭を放ち、それが鼻の奥や鼻水に混じってご自身で不快な臭いとして感じられます。具体的には以下のような形で臭いを感じることがあります。鼻の奥から感じる不快な臭い。鼻孔と副鼻孔がつながっているため、海の臭いが鼻の奥から直接感じられることがあります。鼻水を噛んだ時の臭い。黄色や緑色のドロッとした鼻水が出るとき、その鼻水自体が臭いことがあります。そんな鼻水は出ないんだけどな。そんな鼻水とかは出ないな。たまに水みたいな鼻水は出るけど、腐った鼻水は出ないな。でも自分で匂うんだって。魚臭いっていう匂いを、魚臭いは医者の卵なんだ。いや、魚臭いわけじゃないんだよな、これ。焦げ臭いんだけど。本当に焦げてたらどうしよう。多分違うと思うんだけど、多分外からの匂いかな。家の中じゃないよな、多分な。ずっとその匂いはずっとするの？たまにするの？蓄膿症による嫌な臭いはずっと続くこともあれば、たまにしか感じないこともあります。ずっと匂いが続く場合、これは副鼻腔の炎症が慢性化している可能性があります。膿が常に副鼻腔に溜まっている状態だと、その膿が悪臭を放ち続け、ご自身で継続的に臭いを感じることになります。たまに朝起きた時や鼻を噛んだ時、たまに匂いがするのは、海の排出が一時的に起こっている時だって。海なんかないけどな。海なんかあんのかな。炎症の程度が変動している場合、変症してるのかな、私。やだな、そんな、本当にそんなんだったら。歯で痛いんじゃないの、これ。そしたら副鼻腔炎で痛いわけ、ここが。いやそしたらもうちょっと困っちゃう。歯で痛いんじゃないのかな、これ。
やだ、うねさん。本当にうねさんが言うことが本当だって。いや、鼻がね、でもたまにおかしいなって思うことあるのよ、最近でも。んで今手じゃないよね、手の匂いじゃないもんな。本当に副鼻腔炎だったらどうしよう、困っちゃうこれ。それでここが痛いんだったら、ほっぺが痛い、ほっぺの頬骨が痛いもの。いやいやいや、顔痛いなら炎症してる？炎症？いやだから中身だから分かんないよね、中だから。私はこれだから歯をいじったから手術よ、手術よ。手術しなきゃいけないの？マジで？手術やだよ、怖いよ。だって副鼻腔炎とかの手術って昔ね、うちのおじがね、副鼻腔炎の手術、昔もうね、何十年も前の話だけど、私がまだ子供の頃だと思うんだけど、口の中から切って鼻の骨んとこの膿を取るとかっていう話を聞いたことあるよ。今思い出したけど、怖いじゃん。怖いじゃんね。顔を真ん中から縦に切って開いて手術、そんな感じなのって。いやいや、なんかね、口の中から切って鼻の膿を取るっていう手術をしたっていうのを子供の頃聞いたことあって、めちゃくちゃ怖えって思ったことがあったの。そんな怖いのっていう手術を聞いたことあって、そんなになったらどうすんだよね。あの先生本当にね、サイパンの先生は花の先生は1人だか2人だかしかいなくて、本当に見てくれないの。何でもないって言って本気で見てくれないから、もう悩んだことあったもんね。そういう相談センターにも行ったもんね。もう自分が辛い時だったから余計に。で、うつ病だとか言われたけどさ、うつ病じゃなくて、その時は本当に鼻がおかしかったんだけどね。あの先生はやぶだよっていううねさん、見たこともないくせにほんとおかしいわこれ。どうなっちゃってんだろう。焦げ臭いのはじゃあそれなのかな。もしかしたらそういうのがずっとこう鼻の中に残ってて、それが匂ってるのかな。それで顔の骨も痛いのかな。鼻の病院に行った時に、うつ病だからそういう風に思うんだって言われた。5年か6年前だから、もう PTSD うつ病トラウマ絶頂期だよね。絶頂期の時でね、
日本語も英語もまだ喋れない状態、もう喋れない状態で、なんていうの、もう本当の知り合いとしか喋れない状態になってて、必要以外は喋んない人だったね、あの頃は。で、英語なんか特に怒らないと出てこない。普通に一生懸命喋ろうとしても出てこないっていうのをなんて説明したらいいんだろうな。すごい難しいんだけど、本当に怒りが言葉を発してくるっていうのかな。じゃないと言葉が出てこない状態だったのね。でね、もうね、説明もすっごく難しかったね、あの時に。で、日本人の看護師さんが入ってくれたけど、そこにも説明できないでいて、どうにもなんなかったね。で、日本に行って見てもらえとか言われて、もうなんかひどい扱いだったよ。結局見た目が普通だから、見た目が病気とかなんとかっていう風に見えないと、病気に見えないと、病気なんて言ったらいいんだろう、ちゃんと見てもらえないんだよ。なんて説明したらいいのかね。言葉がまだいろんな言葉が出てこない。鼻がうつ病、怒るの未来怒るよ、なるさん、未来さん怖いようねさん知らないくせに怖いかもしれないよ。でも怒んないと言葉が本当に出てこなかったね。怒ってくるからこう言葉が出て、説明しようとするからやっと言葉が出てくるっていうような状態だったね。痛いね、なんか変だなこれ。むぎゅむぎゅしちゃう。むぎゅむぎゅするの。こん中で産んでんの？ほっぺんとこまで来て産んでんのかな。そうだったら怖いんだけど未来怖いよってコメントしないと怒られますコメントしないと怒られる。それね、あるね、それそうだね。呼び出し入りますよね。呼び出し、それなるさん、それそうコメントしないとね、うねさんって呼ばれちゃうからね。痛い、本当におかしいわ。日本ではこれ話題になってるよね、やっぱりイラクの中東の戦争っていうか、今、戦争、中東の揉め事、いつもの中東の揉め事といえばいつもの揉め事だろうけどね、権力争い、いつも DM で1時間叱られてます。誰に？またそんなうねさんもうちょっと変なこと言わないで。私じゃないよイラン、イランね、私じゃないよそれ。私じゃないからね勘違いされるからね。私がうねさんをなんか怒ってるみたいなってなるさん、違うよ、私じゃないよ。
誰かにうねさんは怒られてるんだと思うよきっとねイランね、昔はなんだっけ、イラン・イラク戦争か。イラン・イラク戦争で、その後なんだったっけ、湾岸戦争の時が結構大変だったよね。まああの時は多国籍軍だっけ。まあ今回はねそういうふうにはなんないと思うけど、いつも台本通りコメントしてましたちょっとうねさんだろうなんでしょうそれはもうなんていうことだい。なるさん私もってなんだ、何それ何それ何それ、どうした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 、みんなしておかしいじゃないのそれは。そんなこと言ってないですよそんなこと言ってないですよ全然ね。やだな、知らない人がいたら本当にそう思われるね。本当にそう思われるからやめてくださいね私もちょっと困る、みんなそんなこと言ったんじゃ雇われてます雇われてますそんなこと言い始めてもちょっと違うでしょもう。丸森さん私もちょっと風評被害だよねこれね。乗らなくていいんだよ丸森さんも。乗らないでくださいもう。みんな変になってるよ変だよ変。ちょっとおかしくなってる感じだから冷静になりましょうみんなね。冷静によしって何そのよしはなんだろうこれ。今日どうしたみんな。今日なんかありましたみんななんかありました今日みんな。ちょっとおかしい感じの雰囲気になってるけど大丈夫大丈夫みんな。大丈夫かな。ちょっと変な感じになってるからコメントしてる人は全部雇われて台本通りですなるさんよしとかやめて本当に。みんなして何そのよしは何それもうおかしいってそれ。他の人もねよかったらコメントしてください本当にみんなおかしいって今日おかしくなってるよ。私もちょっと痛くておかしいけど
本当に痛いっていうか、なんだろうこれ、今臭いのなくなった。本当に鼻の病気だったらどうしようこれ。サイパンじゃ見てくれないよ、あの病院。ちょっと心配になってきちゃったな。臭い、本当にね、こう焦げ臭いのがふわーってくるのね。それが自分からだったら本当に怖いよね。100人によしを求めてるとよし、ありがたいよね。そうみんなしてくれるとね、みんなコメントしてくれるとありがたいんだけどな、本当にね、こう聞いてるだけだったりするのかな。まあでもな、私も他のチャンネル行ったりしてライブ、昨日坂上家のチャンネルでやっぱライブ見てたりしてもコメントしたことないもんな。コメントもほぼ見ない。そのチャンネルを見てるときにコメントを見ないっていうか、なんかね、携帯ってコメントが出てこなくなるよね。そんなことないかな。私のは出てこなくなったりするのよ、コメントが。だからまあなんか坂上圭さんはこうコメントをこう画面にこうプリントアウトして見せてるからそれで見えるんだけど、コメントしたことないもんね。どっか行ってこの先台本を送ってくださいちょっともう、なるさんコメントを気軽にってありがとうございますコメント、この先の台本作らないともうないですね台本ね、もう作ってないんで今日は。また臭い匂いしてきた。これ鼻なの？本当に？そう。台本ってもう今日おかしいよみんなおかしいからちょっと違うよ。台本もないし、もう鼻痛いし、鼻痛くなってきちゃったよ。なんか鼻こういじってたら鼻なのかなって、鼻なのかな。いや鼻だよって。鼻なのこれ、この焦げ臭さは。口臭ってだって臭いと自分でわかるじゃん。臭くないよ。臭くなかったけどな。おかしいな。鼻なの？鼻の匂い、自分の鼻の匂い鼻で自分でって難しいよねこれ。よーしってなんだそれよーしの意味わかんないよ。ちょっと水飲もう。焦げ臭いの何なんだろう。病院飛び出た。
出たよ。サイパンコさん出たよ。病院当分ないんだよな。あと1ヶ月ぐらいないから定期検診。あったかな。定期検診いつだったっけな。当分ないわ。来月ぐらいまで定期検診ないわ。来月次の検診が入ってないな。なんかうわ、検診の予定が入ってない。ずっと潜ってましたよってサイパンコさんよーしって潜っててくれてありがとうございます、でも実際どっか行ってどっかのチャンネル行ってコメントしたことってないよな。本当にうねさんはコメント慣れてるから多分コメントしたりしてんのかな。未来さんは祈願のあたりからありがとうございます。コメントしたことないな、私は本当に。もうなんか脇がと蓄膿症になっちゃってんじゃないの。もうこれ皆さんね、もしよかったらコメントしてくれるとありがたいです。 YouTube コメントするなるさんYouTube のコメントは未来さんが初めてです。本当ですか。うねさん慣れてる感じだけど、慣れてる感じがめちゃくちゃするけどな。でもありがたいですね、本当に。なるさんもね、コメントするって結構どこ行ってもするのかな。なるさんたちの普通に喋ってる言葉、こらうねさんこらうねさん巻きコメントよろしくって違うから。なるさんたちが若者3人とかで喋ってるのを聞くと言葉がわからない英語ぐらいわからないね。ほんと違う世界のコメントに言葉に聞こえるよね、若者は。うねさん「あ」とか言って「あ」って何や「あ」って本当に分かんない。若者のちょっとした言葉が分からない。ちょっとしたなんか普通な方だと思うんだけど、なるさんたちは分かるでしょ。分からないよ、ほんと。ちょっとした言葉がなんか言い合ってる時の言葉が分からない。何言ったって感じ。今なんて言ったって感じに聞き直しちゃうもんね。
若者の言葉はね本当わかんないですね。今日一日この画像で乗り切るつもりかって感じだよね。違う動画もちょっと流しとこうかな。違うちょっと違うのも流しておきたいんだけど、あれ出てこないな。まあいいか。海でわかりませんってうねさん言ってるけど、わかりませんって。これサイパンこのままじゃね本当にやばい状態になるよね。イラン終わらせてうねさん。イランイスラエルイランが本気で怒ったら本当にやばいよね。イスラエはまあアメリカが後ろ盾でいるから強気なのかなとも思うけど、なるさんチョベリバとか言ってたの？言ってない、そんな昔の言葉言ってない。なんだっけな、なんか言ってたよ。なんか言ってたよ。なんか言ってたけどね。なんかターターとか言ってたね。あとなんだっけ、忘れちゃったけど。忘れちゃったけどね。みんなその辺のチョベリバとか昔でいうそういう単語がいっぱいあるみたいよ。だから今風のやつが。ターターねってターターが何だったか忘れちゃったよ。そんなお姉さんターター知ってんの？ターター知ってんの？なんかお姉さんは本当に知ってそうで怖いんだけど、本当に知ってそうで怖いよ。説明面倒そうだよね。そりゃそうだよね。本当にね、分かんない言葉を使うよね。宇宙人のような感じで。ターターねって。ターター何？ OK グーグル。最近の言葉でターターって何？という言葉自体が最近の特定の流行語として使われているという情報は見当たりません。見当たりませんってよ。文脈によって様々な見当たりませんって。最近 Google さんは知らないって。足を誰だと思ってるんだって。うねさん知らないんだ知らないんだ。ターターなんだったっけな、忘れた。最近の言葉は本当わからない言葉もね。ギャル語の年でもないからね、なるさんね。なるさんね、20代後半ギャル語を喋る子って20歳ぐらい？わからないけど、どのぐらいの年なんだろう。でもテレビに出てる
誰だっけ、ゆうちゃみとかあの辺の年代って同じぐらいなんじゃないの？多分。違う？なるさんとか。ゆうちゃみはいくつ？ OK、Google。ゆうちゃみはいくつ？ゆうちゃみさんの誕生日は2001年9月8ああ、日です。23歳なんだ。超ウケるんですけど、もうそれも多分古いと思うよね。ねさ。あ、でも、ゆうちゃみとか言ってるよね、そういう言葉。言ってると思うわ。なんか、テレビで。そういう感じで言ってたような気がしなくはないな。うん。いや、痛い、おかしい、これ。本当に、顔おかしいです、顔。わしらの時代は724106だったな。724106？ なんだそれ。あれとかかな。ポケベルの時代？何よ。わかんない。それもわかんない。それもわかんないよ。なんだろうそれ。何よ。わかんないや。何だなって。ちょっと OK Google。 724106で何と読むの72万4106は72万4106と読みます。もういいよ。もういいよ Google。 何してるなんだ。ああ、そうなんだ。何してるなんだ。何してるって読むの？またちっちゃいカタカナの。そうなんだ。Google クソなんて言ってる。何してるなのって、なのだよね。そうそう。そうなんだ。携帯をずっと携帯、ないな。なんかポケベルでそういう覚えがやってた覚えがない。なんか記憶にないのかな。ポケベルは持ってた気がする。いやー、なんか覚えてないな。なるさん何してるなんだって。すごいね。そう、なんかね、番号でそういうのがあったっていうのはね、聞くよね。やってなかったな、私は。うん。なんでポケベル持ってたよな。持ってたけど全然そういう思い出がないな。Google くんも教えてくれないしね。72万とか言ってたしね。ダメだね、全然ね。ああ、痛い、ここの。やだ、私本当になんだっけ、副鼻腔炎、蓄膿症だったら困っちゃうんだけど、魚の匂いじゃないんだよな。焦げ臭い匂いなんだよな。今はしなくなったね。本当に焦げてるんだったら本当に怖いんだけど、だけど一昨日もしてたんだよな、この匂い。
自分から出てるなんて言ったら本当に怖い。これ定期検診があればな聞けるんだけど、定期検診ないからな。漏電？漏電の匂いがこういう匂い漏電ありえるよね。全然チェックしてないもんだって。10年ぐらい。それありえるよね。どこを見ればいいんだろう、そういうのって。漏電、病院行きましょう。私うねさんの言ってる方が怖いわ。これってどこ見るの？どっかがまた匂いしてきた。 ELB ついてる。そんなものがわからないんだけど、 ELB っていうものが。だってこの間だってこの間でもないけど、猫ちゃんが来た時にそこに垂れ下がってた電気にバシッてやったらバシバシってショートしたからね。ショート？火が散った。漏電ブレーカー。そんなの知らない。ブレーカーはついてるよ。ブレーカーは1個2個ついてるのかな。ブレーカー2個ついてるけど、それがどういうものなのかは知らない。大きさで言ったらどんくらいって言ったらいいの？40センチかける40センチかける30センチぐらいの大きさのブレーカーがついてるね。なんかいっぱい中にバカ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 っていう風になってるやつ。それがその ELB なのかは分かんない。中にこうスイッチがいっぱい入ってるやつね。スイッチがいろんなスイッチが入ってるやつ。そこを見に行けばいいの？そこになんかあったりするわけかな。見に行ってみたいけど、今見に行ったらこっから離れちゃうからね。写真プリーズ。じゃあ今撮ってくる写真。後でうねさんに送るね。写真撮って送ります。なんかついてるけど、それもの。今取ってこよう。ちょっと取ってきます。待っててください。今取ってこよう。取ってきてうねさんに写真送った方がいいよね。その方が安心だわ。ちょっと待っててね。
痛い。よいしょ、撮ってきたよ、写真撮ってきた。ちょっと待ってね、今送るからね。あ、また匂いする。また匂いするさ。また匂いしてきたよ。悪いな。ちょっと待ってね。これと1個ずつしかこれ送れないんだ。これ30センチとか思ったけど、全然30センチじゃなかったね。1メートルぐらいだった。これです。姉さん届いたかな。ほら、また匂いしてきた。何の匂いよこれ。自分の鼻の匂いだったら本当に怖いけど、こんなこんな匂いが鼻だったら怖いし、このうねさんが言うものだったらまたそれはそれでもっと怖いし、困っちゃうし。うねさん見れた？ちょっと暗すぎる。デンジャーって書いてある。電気版だからデンジャーだよね。回路数多いな。多いんだ。回路数多いんだそれ。それね、1回のはね取れなかった。取れないっていうか、1階にあるやつは外出ないとなんないから、もう外出れない。怖い時間だから外は1階のは取ってきてないけど、それは2階にあるやつを取ってきました。ちょっと暗すぎたかな、写真が。これはダメなの？ダメっていうか、その ELB ってやつじゃないのかな。 ELB だと ELB っていうのだと結局、多分今思ったのは、どっかがこうショートしたりするとバンってそのブレーカーだけ。そうなの？リミッターしかないからローデンブレーカーないかもね。リミッターしかないローデンブレーカーってどういうのなんだろう。 OK Google、 ローデンブレーカーってどういうもの？ローデンブレーカー、ローデン遮断機、 ELCB、 アースレア影サーキットブレーカーとも呼ばれますは、電気の安全を守るための非常に重要な装置です。役割と目的、ローデンブレーカーの主な役割は、役割じゃなくて写真が見たい。こちらがローデンブレーカーの写真です。日本の写真が出てきたけど、日本のじゃなくて、アンペアブレーカーっていうのがあって、ローデンブレーカーなら大丈夫。なんかこれが
多分アンペアブレーカーっていうのと、うちにあるのはちょっと小さすぎて見えない。これうちにあるのはこれアンペアブレーカーっていうのと安全ブレーカーっていうのしかなくて、きっとローデンブレーカーっていう真ん中にあるものがないんだ。安全ブレーカーってやつでしょ。うちのはきっとバシ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 ってなってるのが、ちっちゃいのが。このローデンブレーカーっていう写真で見ると、日本のと違うか。だって古いもん。 OK Google、 海外のローデンブレーカーを写真で見せて。海外のローデンブレーカーの写真はこちらです。こんな写真見せられてもわかんないんだけど。わかんない。写真見たけど全然わかんないな。日本のと全然形が違うんだけど、なんか今 Google に聞いたら、韓国のローデンブレーカーを見せて。韓国製品とかが多いから。韓国のローデンブレーカーの写真は、いや、こんなのついてないよ、こんなの。中国のローデンブレーカーの写真を見せてて。中国のローデンブレーいや、カーの写真はついてない、こんなの。アメリカのとは全然違うね。中国のも韓国のもついてない、こんなの。アメリカのはなんだかわかんないけど、中国と韓国の写真を見る限り、日本のも見る限り、こんなのついてない。全然違うと思う。姉さん、そうなのよ。日本のと違うから中身見ないとわからないね。そうだよね。こんなの全然違うもんね。こんなの今見た感じだと写真とは全然違う感じ。これがついてると一本切れても、一本がなんか焦げついたりしてもバシッて全部が落ちるってこと？それとも一個がその回線が落ちるってことなのか？いやいや、これ全部がまとまってるから全部が落ちるってことかな。全部が落ちそうだよね、電気が。いや、なんかもしそういう感じで危ないなと思ったら、危ない感じだっていうのは、私の考えで言ったら、屋根のとこにある防犯ライトのラインが、ずいぶん前に屋根を掃除した時にちょっと傷んでる感じだったから、それかなって今ふと思ったんだけど、この中に電気屋さんいませんかってね、電気屋さんいませんかだよね。それ、いや、見に行くの大変だな。屋根んとこ。そこが傷んでたのね、ずいぶん前に。どんくらい前、5、6年前、うつの時に屋根掃除してたのね屋根掃除してた時にそれを見たのよ。
電気って1本ずつ持つと、1本ずつ持てばしびれないんだっけ？そんな簡単なものじゃないのかな。なんかね、前に電気屋さんがいて、仲いい人で、1本ずつ持てば電気って平気なんだよみたいな。あ、にゃにゃ、どうしたの？どうしたの、にゃにゃ。1本ずつ線を持てば大丈夫なんだよなんて言ってたことが、聞いたようなことがあったんだよね。片側だけなら平気よ。あ、そうなんだ。やっぱりそうなんだ。片側ずつ一個ずつ持てばビリビリっとは来ないもんなの。両方触ると痛いわよ。両方触ったら死んじゃうでしょ。いませんかってなるさ。両方触ったらお姉さん死んじゃうでしょ、やっぱり。あ、痛い。痛い。ちょっと明日、いや、屋根登るの大変だもんな。脚立持ってこなきゃなんないしな。脚立が重いもんな。今の体力で持てるかな。いやー、持てるような気がしない。両方触ると痛いわよね。そりゃ片方だけ触ればいいんだね。いいんだねっていうか、片方だけ触るのが難しい状況にあったら怖いよね。防犯ライトのラインがね、これよろしくないんじゃないのっていう感じになってたのよね、前に。随分前に見た時に。それで太陽がね、太陽のあれで調べると一番上のがローデンブレーカーっぽい。一番上のは写真で見ると、さっき Google ので写真見るとあれじゃない？あれもう消えちゃった。あ、これか。写真で見るとアンペアブレーカーってやつじゃない？その一番上の一番上のやつはアンペアブレーカーだと思うんだよね。それは全部の電気が消えるやつ。それで、あと一個一個が安全ブレーカーってやつだと思うから、このローデンブレーカーっていうのはいないと思うんだけど、写真で見る限りはね。60A って書いてあるけど、この写真だとうちのは何だかわかんないけど、うちのはどれだっけ。うちのはデンジャー。じゃあこれ文字読み取れないね。このちっちゃすぎてっていう問題じゃないかな。文字がちゃんと写真撮れてないからってことかな。安全ブレーカーっていうのは、安全ブレーカーはあるけどローデンブレーカーっぽくない。軽量機からローデンブレーカーになってる。アメリカのブレーカーで調べてみたらリミッターないみたい。リミッターってなんだ？リミッター、安全ブレーカー、アンペア契約。
何それアンペア契約って。アンペアいくら使ったかは何ドルって。それがちょっと待って、アンペアアンペア契約って OK Google。 サイパンは CNMI は電気料金はアンペア契約。サイパンにおける CNN の主張、電気料金 CNN じゃない、 CNMI の電気料金はアンペア契約。 CNMI ノーザンマリアナアイランド北マリアナ諸島の電気料金とアンペア契約についてですね。サイパンも CNMI の一部なので共通する情報が多いです。 CNMI の電気料金について、 CNMI の電力供給はコモンウェルスユーティリティーズコーポレーション CUC が担当しています。 CNMI の電気料金は有料制キロワット時あたりの単価が基本です。日本のアンペア契約のような契約アンペア数に応じた基本料金の制度は一般的ではないようです。主な特徴は以下の通りです。以下ってなんだよ、以下って。以下って何？以下キロなんて言った今 Google。 FAC が料金の大部分。どういうこと？よくわからない。もう一回言って。すみません、分かりづらかったですね。 CNMI、サイパンなど北マリアナ諸島の電気料金と日本の電気料金との違いについてもう一度説明しますね。はい、CNMI の電気料金は使った分だけ、日本の電気料金は主にアンペア契約と使った電気の量キロワット時の2つで決まります。アンペア契約というのは契約するアンペア数が大きいほど基本料金が高くなる仕組みです。例えば一人暮らしなら30アンペア、家族が多いと60アンペアといった形で契約を選べますよね。しかし CNMI サイパンを含むの電気料金には日本のアンペア契約のような仕組みはありません。 CNMI では電力会社 CUC、クック、コモンウェルスユーティリティーズコーポレーションから供給される電気は基本的には使った電気の量キロワット時に応じて料金が決まる仕組みです。 CNMI の電気料金の主なだってキロワット時で決まるって。それならリミッターないからローデンブレーカーだね。意味がわからない。皆さん意味がわからない。 OK Google。 違う。すいません、何度もだとするとブレーカーについているGoogle にブレーカー見せればいいんだ。おい消えちゃったよ。ちょっと待って、 Google にブレーカーを見せて。そうなの？使った分のキロワットアワーだからローデンブレーカーだけ。そうなの？このブレーカーは何と何がついてるの？拝見しました。これはアメリカ
またはアメリカの影響を強く受けている地域 CNMI を含むで一般的に見られるタイプの分電盤、ブレークパネル、エレクトリカルパネルですね。日本のブレーカーと基本的な機能は同じですが、見た目や表示が異なります。この分電盤に何と何がついてるかというご質問について、写真からわかる範囲で説明します。はい。まず全体として、これは家や建物全体の電気を管理し、はい。各部屋や家電製品に電気を分配している盤です。はい。過電流、電気の使いすぎやショートなどが発生した際に回路を自動的に遮断して火災や感電を防ぐ役割があります。ほ写真から読み取れること。う。はい。1、メインブレーカー。一番上のでかい黒いスイッチ、はい。一番上にある大きな黒いスイッチが家全体の電気を ON/OFF するメインブレーカーです。写真では100という数字と A の文字が見えます。これは100アンペア A のブレーカーであることを示しています。これはこの家全体の契約電力、供給される最大電流が約100アンペアであることを示唆しています。100アンペアなんだ。日本のアンペア契約と似ていますが、これは電力会社との契約容量を示すもので、このブレーカーが落ちると家中の電気が全て消えます。2、個別回路ブレーカー。下の小さいスイッチがたくさん、メインブレーカーの下にたくさんの小さなスイッチが並んでいます。はい。これらが各部屋や特定の大型家電、エアコン、キッチン、はい。バスルームなどに電気を送っている個別回路のブレーカーです。はい。写真では各スイッチの横に123、28といった番号が振られており、はい。それぞれがどの回路に対応しているかを示しています。はい。それぞれのブレーカーにはアンペア数が記載されているはずですが、写真からは読み取れません。例 15A、10A など真ん中あたりにオレンジ色になっているスイッチがいくつか見えます。これはその回路が ONU の状態であることを示している場合と、回路がトリップ遮断して OFF になっている状態を示している場合があります。メーカーによって表示が異なるため、この写真だけでは断定できませんが、 OFF の状態を示すものが多いです。3、表示ラベル、パイロ図。分電盤の蓋の裏側、右下に紙が貼られています。これは回路図やラベルで各番号のブレーカーが家の中のどの場所、やっぱ漏電ブレーカーはうねさんないみたいじゃない？これ使った分のキロワットアワーだから漏電ブレーカーだけ。だってさっき違うこと言ってたよ。なんだっけ、メインブレーカーって言ってたから、漏電ブレーカーだけなの？これが漏電ブレーカーなの？メインブレーカーは漏電ブレーカーなの？はい、エラーになっちゃった。平気だといいんだけどな。Google がエラーになりましたね。ちょっとわかんない。全く電気のことはわからないですね。あれ？何？たくさんあるの。たくさんないよ。1個だけだよこれ。サイパンコさん、アメリカはメインが漏電ブレーカーみたい。あ、そうなの？だといいんだけど、だといいってことだよね。だと遮断されるって書いてあったもんね。漏電ブレーカーの役割は遮断するんでしょ。でもそんなちゃんとしてるかな、わかんないな。結構ね、サイパンってうちもね、付け足したところ、お風呂場が付け足したりしたんだけど、もう配線とか配管とかめちゃくちゃだったからね。配線なんか
私がお風呂にもし入って台風でも来てて水がバーってお風呂の下に入っちゃったら、私は電気が体に流れて死んじゃうようなところに配線があったり、殺す気かって感じだったりしたよ。うねさん古いよね。うん、古い。少なくとも20年前、20年、そこまで行ってないな。でも20年ぐらいだよね。古いのよ。最新式とかはねついてないですね。で大体韓国製だったりアメリカ製ではないと思われるんだけど、わかんないな。アメリカの今 Google がアメリカのって言ってたけどね、ちょっとわかんないけどそういう感じですね。どっからどう来てんのかもわかんないしあと1階にねもう1個同じ大きさのパネルがもう1個あるんだけど、同じような感じの、それも古いよね。それはっていうか、どうなんだろう。ここはジェネレーターのお部屋についてる発電機のとこについてるやつがあって、その発電機も最近見てないから全然わかんないんだけど、漏電ブレーカーとは書いてないんだよねって。日本のだったら書いてあるんだねきっとね、漏電ブレーカーって。日本の書いてあったよねさっき書いて。わかんないこれ。Google さんがこう漏電ブレーカーって書いてくれてるからわかるけど、で Google さんがアンペアブレーカーって書いてくれてて、安全ブレーカーって書いててくれてるからわかるけど、そのもの自体に何が書いてあるかは全然見えない、小さすぎて。日本のは書いてあるの。そうなんだ、日本のは書いてあるんだ。親切だよね日本のってね。やっぱねサイパンではやっぱ韓国製品が安くて、まだ中国製より昔はいいって言われてて、みんなそれを買ってたけど昔はね。で最近近々の時は中国製の方がいいっていう人もいたね。だけどこれからは中国の方が関税が高くなるから、やっぱ韓国製が一番安くなるのかなっていう感じはするけど、あんな電気板とかはちょっとさすがに怖くて触れないよね。電気のものって怖くてやっぱ触れない。何にしてもどこにしても一本ずつ触ればいいんだろうなとは頭では思うけど、電気って怖くてなんかできないよね。なんか自分で DIY するのにも、他のほらセメントとかそういう木を切ったりとかセメントをやったりとかいうのはなんか意外とできるけど、
うねさん危ないよ。やっぱ危ないんだ。危ないよね。電気ってなんか怖くて触れないもんね。電気のところだけはなんか、だから電気の傘っていうか電気のラインを引いたりするのに、なんていうのあれ、これなんていうんだろうな、トラック、電気のトラックとか引くのに、これとこれつなげればここにつながる。200ボルト取れないでしょ。これ200ボルトは200ボルトの220ワットのコンセントは別にある。ここはだから220ワットだから使っちゃダメよ。200ボルト200ボルト200ボルト220じゃなくて220だと思うんだけど、ここは入れるとコンセントが差し込むところが220ワットっていうところと110ワットっていうところと別々にあるの。でも配電盤はあれしかないから、あん中からなんかやってんだと思うけど、わかんないや。このブレーカーは200ボルト取れないブレーカーよ。そうなの。IH 電気のなんていうのあれ、ガスコンロじゃないわガスコンロじゃないや、コンロ IH のコンロ、そうサイパン110と220、そうなのよねさん。コンロって言えばいいの？料理作ったりする、お湯沸かしたりするとこ、その IH のとこは220なのよ。んでその隣にあるコンセントを入れるところは110ワットなのよ。でこっちに電子ジャーのコンセントを入れちゃうとぶっ飛んじゃう。日本製のものを入れちゃうとぶっ飛んじゃうのね。蚊取り線香IH 蚊取り線香、IH のとこは220ワット。ほんで隣のコンセントは110ワット。だから日本の電気とかを使う、日本の電化製品を使うときは110ワットの方に入れるのね。であと電気工具とか使うときはその220ワットに入れるの。私も意味が全然分かってないけど、コンセントがそういう風に分かれてる。220ワットを家の中で取れるとこは123箇所ぐらいしかない。あとは全部110ワットの電気製品を使うところしかないなのよそれをどう説明、私わかるわよって、アンネさんわかるそれをねどう説明すればいいのかはわからないけど、2種類の電流が流れてるらしい。工具を使うときは220の方に刺さなきゃ動かない工具もあるし、110の工具もあるから、それを間違えるとえらいことになっちゃう
らしいのよ、よく分かってないんだけどね、自分でもね。うねさんのが分かるわね。そうだからなんか電気だけはね自分で触る気がしないわね、家の中でもね、怖くて。さすがにやっぱ危ない気がします。なんか間違えたらビリビリビリ、あったね、にゃにゃ、ダメ。サイパンは同じだからね。サイパンは同じ？日本とってことかな。日本と同じってことかな。そういう意味かな。日本は形状違うから刺さらない。日本の電子ジャーは使えるよ。使ってるよ。宇宙は日本の電気製品だらけかな。痛いわ、ここ。どうにもなんない。差し込みね。差し込みは日本と同じように差し込んでる。同じ感じで。痛い、なんか本当に痛いです、ね。なんかすいません、今日はなんか電気の話でうねさんに教わって本当に皆さんわからないことだらけで申し訳なかったかもしれないです。100と200の差し込みコンセント、違う、形状が違う。220の方は丸い感じ、110の方は普通な感じ、日本と同じな感じですね。違う、皆さんよくご存知で、こんな感じなんです。ちょっと今日はこの辺でお休みしたいと思います。ちょっと痛いわ。本当にあれだったら困っちゃうな。蓄膿症とかだったらね。そんな感じで明日は、また明日夜配信したいと思いますので、皆さんとなるさん、パンコさんまるまるもりもりさん、たかさん、なばるさん、ありがとうございます。それに皆さん本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。石の卵だからわかりますね。という感じでまた明日よろしくお願いします。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。こんな感じで失礼いたします。おやすみなさい。痛い。本当に痛いわこれ。